はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、概要欄にリンクを貼ってあります質問&リクエストフォームにですね、質問が来てましたので、それを取り上げたいと思います。おととし、古いグレコの SG モデルのフレットのすり合わせをリペアショップに頼んだところ、フレットが浮いている箇所がある。それを、打ち込んでもまたそこを打ち込んでもまた浮いてくるので、そのまますり合わせしますと言われました。また他のリペアショップの方に聞いても、打ち込んですり合わせるか打ち込まずにすり合わせるかはフレットの浮きの状態を見て判断すべきと教えていただきました。現状では弦のビビりがすり合わせの前より少なくなり、比較的に良い状態なのですが、少し音がすっきりしない感じがします。フレットが浮いていることで音に悪い影響はないのでしょうか。またフレットの打ち直しまでは行わず、フレットの浮きを直す方法はないのでしょうか、という質問ですね。最初に結論をまず言いますと、一番最後のこのご質問ですよね。フレットの浮きを直す方法はないのでしょうかということなんですが、基本的にはありません。で、まずちょっと一番最初からポイントごとに分けていきますが、まずフレットが浮いている箇所があるけれど、そこを打ち込んでもまた浮いてくるので、そのまますり合わせをしますと言われました。まず私の場合はですね、基本的にフレットが浮いていたりした場合は、すり合わせはしません。必ずフレットの交換を進めるんですけれど、ただしですね、ごく一部のフレットだけ浮いていたりとか、そういう場合と、あともう一つ、木片とかでこうフレットの浮いているところをギュッとこう押さえ込んだ時に全然動かないものっていうのもあるんですね。で、そういう場合に限ってはフレットのすり合わせで、対処するっていうこともあります。で、その理由なんですが、浮いているフレットがありますと、こういう風なフレットのすり合わせ、私はこういう木片を使うんですけれど、こういう木片でフレットのすり合わせをしてもですね、浮いている箇所だけ、なかなか削れてくれないんですね。要はレベルを揃えることができない、できにくい。で、それはなぜかって言いますと、仮に他の部分のフレットがしっかりこう動かない状態、固定されている状態だと仮定しますと、その浮いているフレットっていうのは、大抵は浮いている場合は他よりこう頭が出てて、高さがこう飛び出てることが多いんですが、ある程度まではその浮いている状態でもその頭が削れてくれるんですね。で、ただし下の土台のこう、要は支えがないこういうフリーな状態なわけなので、最後の爪の部分でなかなかですね、均等レベルが取れないですね。なのでフレットが浮いている時はのすり合わせはしません。では次に、現状では弦のビビりがすり合わせの前より少なくなり、比較的に良い状態なのですが、少し音がすっきりしない感じがします。これは当然ですね。大体浮いているフレットっていうのは指板の端っこが多いと思うので、もちろん真ん中が浮いているケースもありますけれど、指板の端が浮いていると仮定します。もちろん真ん中でもいいですけれど、で、弦がこうありまして、ここに要は空間があるわけですよね。こう押した時にグニッグニッグニッっていう風に動くので、で、弦がここにこう乗っかって振動がこう伝わるんですけれど、要はこの浮いている部分が弦の振動を吸収してしまいます。なので音がなんて言うんでしょうね、減衰するっていうんですか。要はここのフレットが弦の振動を吸収してしまって、その下の指板の部分にこう伝わりにくくなります。こんな感じですね。今音差で試してみてますけれど、
これが浮いている部分だと思ってください。で、密着している部分はこうやって音叉の音がちゃんと伝わりますよね。で、あともう一点はですね、フレットのすり合わせをしますと、前の動画にでもお話しましたけれど、すり合わせをするとどうしてもこう頂点が平らになります。で、もちろんここの端っこの部分を少しこうやって落としていって、こうなるべくこう丸みを帯びさせるようにするんですけれど、やっぱりどうしても新品のフレットとか新しいフレットに比べてしまうと、弦がこう接するこの面積ですね、ここの部分が、点接点から面接点になって広がるんですね。で、そうしますと、音は当然ながらこっちの方がシャープに音が出ます。弦とフレットが接する面積がこう広くなればなるほど、音に濁りが出るって言いますか、ちょっとこうシャープじゃない音になります。では最後の、フレットが浮いていることで音に悪い影響はないのでしょうか。当然ありますね。で、またフレットの打ち直しまでは行わずにフレットの浮きを直す方法はないのでしょうか。これも基本的にはありません。で、浮いている箇所っていうのは先ほども言った通り振動が伝わりにくいので、当然ながらサスティンにも影響しますし、良い悪いで言えば明らかに悪いですね。で、ほとんど変わらない場合もあるんですけれど、それはですね、冒頭に言った通り、押し込んでも全くこう動かないケースであれば、あんまり音には影響しないことが多いですね。では最後にですね、フレット浮きとは何ぞやと言いますか、フレット浮きの正体について説明したいと思います。ギターの指板っていうのは製品が作られるときにその指板面のこの R 丸み具合ですね、これが決まってます。例えばギブソンのレスポールとか、ギブソン社はほとんどもう12インチ R ですけれど、ものによって違う R のやつもあるかもしれませんが、基本的に12インチ R ですね。で、それはなぜかって言いますと、チューンオマチックブリッジっていうのは、あれは個別に原稿調整できないじゃないですか。あそこのブリッジの R っていうのはもう12インチ R って決まってるんですね。なので指板の R も12インチ R なんですけれど、で、例えば、ストラトのヴィンテージスタイルタイプであれば 7.25 インチ R とか、アメリカンスタンダードシリーズとかだと10インチ R か 9.5 から10インチですよね。最初に指板の R っていうのは決定されます。もちろんテーパードでナット側がこうきつい R でエンドポジション側が緩い R っていうのもあります。フレット浮きっていうのは実は、フレットが指板から浮いたっていうことではなく、言い方としてはですね、というか多くは指板面がフレットから離れていったっていうのが正解です。なんて思うかもしれないんですけれど、本当なんですよ。この指板の R っていうのは経年変化によって変わるんですね。で、大抵は年月が経ちますと、最初はこう均等なこう12インチ R なんですけれど、だんだんこう木が痩せてきて、この指板のですね、大体多くはこの端っこがこういう風に少し痩せてくるんですね。で、その結果どうなるかって言いますと、基本的に金属でできているフレットに関しては、一応フレットの足でこうがっちりこう溝にこう食い込んでますけれど、その限界が来た時に空間が空いてしまうんですね。なので指板面がフレットから離れていったっていうのがフレット浮きの正体です。
もちろんですね、こういうケースではなく、フレットが実際こう指板面から浮いたっていうこともあります。それは今度、なぜかって言いますと、フレットはこういうふうに指板の R に合わせてこう打ち込むんですけれど、仮にですね、この指板のこの R より、このフレットの R が浅い、緩いとします。そうするとどういうことが起きるかって言いますと、最初にこう完成した時に打った時には、しっかりこうはまってるんですが、年月が経って、何らかの理由でこの食い込みがこう緩くなってきますと、もともと平坦な曲がり具合だったフレットが元へこうやって戻ろうとするんですね。なのでフレットが指板からこう浮いたっていう風になることもあります。ただ経験上はこう指板面が痩せることによって、指板面が、フレットから離れていったっていう方が圧倒的に多いです。ギターの修理のご相談の際に、指板面の R もね、ゲージでちゃんとチェックするんですけれど、なぜこういうね、事実に気づいたかって言いますと、毎回指板の R をチェックするんですが、ゲージでチェックした際に、大抵真ん中のこっからここまでのエリアはちゃんとその密着してゲージにぴったり合うんですよ。ところが大抵最後のここの数ミリ、この範囲っていうのは空間が空いてることがほとんどなんですね。もちろんぴったりこう綺麗に揃ってる場合もありますよ。で、そういうことをもう何回も経験しているので、これはもう本当に事実ですね。で、当然ながら、逆のパターンもあります。最初に12インチ R だったものが、経年変化によって今度指板の中央部分が痩せてきたとしますと、これが例えば14インチ R とか、もしくは16インチ R とか平坦になるっていうケースもあります。でその場合は当然今度は端っこはフレットは密着してるんですけれど、真ん中に空間隙間が空いてきます。ということで、今回の質問、まとめといいますかアドバイスなんですけれど、悪いことは言いませんので、何とかしてフレットの浮いているフレットを溝にもう一回食い込ませて指板面と密着させたいとか、そういうことは考えない方がいいですね。フレット交換の中には指板修正とナットの交換も含まれますけれど、かなり高額な修理の部類ですが、一度ですねきっちりそういうフレット交換をしていただいて、きれいさっぱり精度を出せば、あとはもう大抵末永くその精度を保ったまま、使えますので、ぜひフレット交換を信頼のおける、リペアショップ工房さんに依頼して、施工することをお勧めいたします。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。